F1 レジェンズ、今回は1982年第11戦フランスグランプリを今宮純さんの解説でお伝えします。これは今宮純さんご自身の推薦グランプリということですが、マルセイユの東ポール・リカールが今宮さん舞台ですね。はい、ル・キャステレというね、はい、今名前が出ましたけれども、地名がル・キャステレというところで、名称はポール・リカールサーキット、はい、最近すごくモダンに新しくなりまして、トヨタのテストコースとしても知られていますよね。そうですね。昔はここで、行われていました。90年までここですね。ボンボード映像が出ましたけども、当時は超高速レイアウトだったんですね。今ルノーの RE30B ターボアランプロストドライビングですけれども、 1500m のミストラルストレート長いですよね、まだ見えてきませんけれども、ここが本当にね、当時ホッケンハイム 1600m 第一試験まで行きのストレート長かったんですけれども、この1500は実際行きましたけどね、非常に長く感じますね。で高速、右高速のスイニュー、ここに入ります。ちょっと緩める、感じの、鈴鹿の 130R にイメージ近いなと思いました。でここは割と大きなヘアピンでボーセと言いますが、アンダー出ますよね、ふーっと曲がりますね。で、切り返してですね、で、ちょっとこう試験風の細かいヘアピンもありまして、この辺りは緩やかな SG ですよね。で路面はフラットです。いわゆる、ネガティブキャンバーっぽく見えますけれども、フラットで、最終コーナーに戻っていきます。1周当時は 5.8 キロのロングコースですね。86年からショートコースになりました。7月の25日、真夏の地元 TF1 の放送席、すだれがかかってますね。この季節、7月のね、南フランスプロバンス、もうまさにこの日はプロバンス日和、暑いです。さあ間もなくフォーメーションラップが始まるというところですが、1周当時 5.8 キロ54周のレース、26台のマシンがフォーメーションラップへと入っていきました。高速レイアウトというご説明ありましたけれども、やはりターボ勢が上位を独占する形になりました。そうですね、ご覧のようにイエロールノーがワンツー取りまして、そして赤フェラーリブラバン BM ターボがいますよね。で後続が3リッターの NA 勢ということで、レース展開もそうなりますけれども、予選からもうはっきりとですね、ターボ対、NA のクラスというね、そういった布陣になっちゃいました。ルノーのルネアルヌが今シーズン5度目のポールポジションです。そしてプロスト、ルノーの2台が1分34秒台というタイムを出しています。アルヌのね、一発のその予選に強い、当時旧タイヤのタイムアタックが許されていたわけですけれども、本当にその1周に集中するというね、彼の強さは存分に発揮されましたよね。そして2列目以降はフェラーリとそしてブラバムが交差する形、ピローニ、パトレーゼ、タンベイ、ピケ、ここまでがターボ勢ですね。順当だと思いますけれどもね、そしてその後に、3リッターの NA 勢とすればアルファロメオ V12 のね、2人が並んできた。これはちょっとびっくりですけれども、やはり V12 の V8 に対する V12 の若干のパワーアドバンテージ、効いてますよね。この長いストレート、こうして、今も同じですけれどもね、タイヤを温め大きく蛇行していますけれども、後ろの方が、NA 勢がわんさかいます。そうですね、今画面から消えていった、マシン、その後ろからここからノンターボ勢ということになります。チェザリス、ジャコメリ、そしてラウダ、ロズベルグと続いています。ここも17チーム30台エントリーしまして、4台が予選落ち、最後尾にですねマウロ・バルディとそしてマーチ・ヨヘマスが、いますけれども、この後レースで2人にはとんでもないことが起きますよね。そうですね。ターボ勢は信頼性との戦いという側面もね、もう本当に熱いレースなんで、余計に、そのコースレイアウト的にはターボ向きなんですけれども、本当にターボのいわゆる信頼性、耐久性、オーバーヒートもうすぐ考えられますよね。そうですね、そういった彼らにとってのウィークポイントがどう出るかというね、そこにまたどれだけドライバーもティームもケアしてきたかというのがこのレースの、注目点になりますね。何よりも、速さではもうターボということはこれは圧倒的で、ミスラのストレートでもマックス最高速レーダー計測セクタースピードで今で言えばパトリック・タンベイが339キロのトップスピードですね。ネーゼでは、ペケロスベルグの300キロということで、もう40キロ近いスピード差があるということですから。そうですね、そしてタイムの伸びという言い方をしましても1980年、この前にレースが行われたポールリカ、ディジョンと交互にやってましたね、前回のポールリカ、比べますともう4秒も速くなっているということなんですよね。NA 勢もですね、前回のその2年前に比べますと 1.5 秒レベルはタイムアップしてます。
一気に何か高速化する82年の F1 という感じがいたしますが、さあ各マシンがグリッドへと帰ってきました。前を2台占めました黄色のマシン、ルノーです。ルネ・アルヌーとアラン・プロスト、縦に並ぶ赤2台がフェラーリ、ピローニとタンベイです。ピローニちょっと前グリッド開けて止めてますね。そうですね。そしてゆっくりと今ピケがやってきました。前に止まっているブラバムはパトレーゼ、さらにアルファロメオの2台が続きますスターティンググリッド。26台のマシンが今ポジションにつきました。ウィリアムズの動きに注目してください。F1 レジェンズ1982年7月25日 F1 第11戦フランスグランプリ、今スタートが切られました。今回は波乱はありません。17位予選17位グリッド、このジャンピエール・ジャリエですね、オゼッラがいきなりドライブシャフト破損ということで、ここで止まっちゃいます。フランス人ドライバーのリタイア第1号ですね。早くもこれで25台ということになりました。アルヌー、プロスト、ピローニ、パトレーゼ、ブラバム動きがいいですよ。そうですね。さあピケはタンベイを抜いて5位になっているようですが、さあここはブラバム2台サイドバイサイドという体制になりました。ここでぐるっと曲がり込みまして、そしてこの後長い 1500m のミストラルストレートに立ち上がっていく。ここからターボの加速が、ここからですね。そうですね。さあフェラーリのパトリック・タンベイがちょっと遅れましたね。そうですね、ちょっともう一つの出足でしたけれども、砂ぼこりはケケロズベルグです。砂ぼこりが上がっています。右に左に振ってですね、デイリーも動きが良かったですよね。さあサイドバイサイドはフェラーリ、ピローニとそしてパトレーゼです。アウト取ってます。さあここでパトレーゼがピローニをオーバーテイクしました。そうですね、シーニュの侵入なんですが、そうですね、ストレートでスリップストリーム使ってですね、でもう完全に難なくアウトサイドに持っていって、ポジションアップですね。フェラーリはずるずる後退という展開、逆にブラバムがじわじわ上がってきました。ブラバムの動きがいいですよね。アルヌーもうまくポールから飛び出したんですけれども、今プロストもそうですね、パトレーゼがこの辺りの S 字の動きをご覧になればですね、いわゆるブレーキングもピシッと車安定してますし、それからターンインの時の車の動きもピシッとクリッピングポイントに入りますので、明らかにこれは去年一昨年と実際の F1 中継で言いましたけれども、搭載ガソリン量が軽い軽快な走りというね、いうふうに表現できますよね。さあピローニの後ろにピケも迫っています。さあここでピケがフェラーリのピローニをどうでしょうか、かわせたかどうか、かわしています。スリップストリームを使ってませんからね、そういう意味で本当に速度差、つまりやはり、搭載重量ですね、燃料の量が違うなというのがお分かりになると思うんですね。本当にブラバム BMW はですね、ターボ勢の中でも燃費が悪い方なんですね。そこで、この後動きが出てくるわけですけれども、彼らブラバムチームはですね、ゴードン・マレーが考えてハーフタンクでスタートして、いわゆるピットストップ作戦というものを、フォーミュラ1に初めて、持ち込もうとして、いるわけですね。さあトップ6、アルヌー、プロスト、パトレーゼ、ピローニ、ピケ、タンベイとなりました。ルノー、ブラバム、ここで、2番手に上がっていますね。パトレーゼがプロストをかわしています。パトレーゼが2番手に上がっています。もうネルソンもピタッときますよね。そうですね、ルノー2台の間に入りました。比べて言いますと、ブラバム BM よりもルノーの方が若干燃費はね、いい感じはあるんですけれども、ですからその分とにかく BMW はハーフタンクというね、そういう突飛な、この時代から言えば突飛な作戦に気がついて、この前にニースグランプリからねやろうとしたわけですけれども、それ以前にあの時はトラブルで、結局は見られませんでした。当時はスタートしたらゴールまでドライバー1人でもうピットに入ることなく帰ってくるというのが一つのセオリーだったわけですけれどもね。この、4本のワンセットのタイヤでもっていかにペースをコントロールしていくかというのがね、レースのノーマルな要するに考え方、フォーミュラ1だと思うんですけれども、それが大きく、変わるきっかけとなるのがこの時代、この当時のブラバム BMW、ネルソン・ピケ、リカード・パトレーゼなんですね。ですからこの今序盤の激しい展開ですけれども、ちょっと映像で見られますか、ここでどれだけブラバム BM が、動きがいいか、差があるかというのをよくご覧になっていただけると。そうですね、ピケの方は後ろですけれども、プロストを抜いて3位に上がっています。でティームプレーもありますよね。本当にリカード若いんですけれども、パトレーゼがある意味切り込み役ですよね。で、予選で前に並びましたルノー勢に対してどんどん攻め込んでいく。で後ろから、エースのネルソン・ピケがじっくりそうですね。さあアルヌーの後ろからパトレーゼ、
アルヌーが必死にこうねスリップ取られまいとしていますが、ここで前に出ました。アルヌーもう一回スリップに入り直してますけどね。今日のですから今の動きでもルネ・アルヌーの今日のやる気っていうんですかね、感じられるプレーでした。さあパトレーゼがここでトップに立ちました。そしてアルヌーが2番手に下がる。さらにブラバム、ネルソン・ピケが3番手、こういった体制になりました。序盤ブラバム2台が驚異的なペースを見せています。やはりこれはまさに燃料搭載量の違いが出ている序盤の走りです。2人ともそうですよね。2台の動きにソンネさん、ここでエリセオ・サラザールが今コースマシンを止めています。クラッシュのようですね。そうですね、2周リタイアで、このマシンはずっと置きっぱなしになります。ですからこの後の映像何度もあそこで映ると思うんですけれども、当時ですから何度も言いますけれども、セーフティーカーでうんぬんとかね、レッカー車で排除するということはしませんので、置きっぱなしの状態でレースは続行されます。一番映るのがサラザールのマシンかもしれません。ということになります。早くもリタイアです。さあ周回の方は4周目に入っていますが、パトレーゼ、そしてアルヌー、ピケ、プロスト、ピローニ、タンベ、デイリー、ラウダ、ジャコミリ、チェザリスというトップ10になっています。そうですね、ウィリアムズのデイリーがアップしてますよね。そうですね。で、カムバックしましたニキ・ラウダがいて、アルファロメオ勢、アルファ予選は良かったんですけれども、やっぱり彼らはですね、ちょっとレースになってきますとエンジンとかタイヤの使い方とかいろんな部分に問題出ますよね。さあこちらがアンジェリス、今画面が取られましたロータス14番手です。今回はちょっとエンジントラブルもあって予選からうまくいってなかったアンジェリスですね。さあこちらミストラルはトップ集団です。プロストが4番手、ちょっと遅れ気味ですね。そうですね。アルヌーがいてパトレーゼ、やはりこのまだ序盤ですから、そういう意味ではタイヤのねこれだけ熱いですからね、ルノー、プロストとすればタイヤのこともまだ考えながらという状況ではありますよね。でちょっとフェラーリもついていけないなというね、こちらもエンジンのいろいろトラブルもね考えられるんで、かなりやはり慎重なそれぞれのドライバーの思惑が感じられる序盤ですね。ルノー、そしてフェラーリはフルタンク、一方のブラバムは、ほぼハーフタンクという中での周回が続いていますが、ブラバム1-3体制ですから100リッター、およそ100リッターは違うということが言えると思うんですね。概算75キロ、大人1人分まんま違いますんで、それがこの車の軽快な動きに表れてますよね。さあアルヌーにピケが迫ってきました。やはり抜きどころはミストラルからシーニュということになると思いますが、ピタッとつけています、ネルソン・ピケ、カーナンバー1です。この辺りの立ち上がりもいいですからね。アルヌーとの比較でもアラン・プロストちょっと苦しいグランプリという感じがしますよね。そうですね、この状況では非常にルネ・アルヌーのポーポジションからのね、オーバーペース気味なということでね、それくらいの走り、非常に縁石、この後もご覧になれば分かると思いますけれども、縁石も目いっぱい使ってますし、そういう意味では、ポールを取って、今日こそなんとかっていうね、勝ちたいという、そういう彼の気持ちは十分感じられますよね。さあここで行きました。ここでピケがアルヌーをパスしていきました。そうですね、1500のストレートたっぷりスリップストリームを使って、教科書通りっていうんですかね、シーニーのエントリーでもってここですよね。でこの中央のセンターラインがありますが、それはまたいでペイントラインは踏まずにというのが、これもネルソンはなかなかしっかりしてますけれども、ここで少しずつアウトに持っていってというね、非常に綺麗なパッシングです。滑りますからね、ライン上はね。さあこれでパトレーゼ、ピケ、ブラバムがワンツー体制となりました。ここで着々と彼らの作戦はに向かってですね、着々とレースを進めていっている。ご覧のように伊藤さん、すごい物が飛び散ってますね。このポーリカーはね、風が強いんですよね。本当に海岸、海沿いからちょっと上がった丘の上にあるんですけれども、非常に風が強くて、でミストラルストレート、ミストラルっていうのはね、地中海につく強い北東風のことを言うんですけれども、そういうミストラルストレートではもう風が強いポーリカーというね、当時テストサーキットはバルセロナではなく、今のバルセロナではなく、ここが主に使われていますね。ご覧のオーダーですけれども、そうですね、チームで言いますと、ブラバム、ルノー、フェラーリというトップ6になりました。7位以下はノンターボ勢です。デイリー、ラウダ、ジャコメリ、ワトソンと続いています。こちらは混戦でこの後出てくると思いますけれどもね、まだまだグループになっています。さあどうでしょう、これで2台の
ブラバン BM で直線半分ぐらいの、3分の1ぐらいの差でしょうかね、パトレーゼ。このピットストップ作戦、今となってはポピュラーですけれども、これは当時、このタンクが軽いからこの2台を飛ばせる、速いんだというのは、観客、視聴者、理解してたんでしょうかね。そうですね、イギリスグランプリ前にブラバンがそういう動きをして、ドニントンというサーキットでもって、そのピットストップ作戦の練習をたっぷりやったんですね。ハーフタンク、つまり100リッター分のガソリンを入れる、そして4本のタイヤを変える。ほぼ12秒ぐらいでできるというところまで彼らトレーニングしていったんですね。でイギリス GP ではさっき言いましたようにそれを遂行する以前に、エンジンマシントラブルでもって結果リタイアだったんで、さあこのフランスグランプリでその場面が見られるかどうかというね、今状況になっているわけですね。ですからそのためにはアドバンテージを築かなければいけないんで、パトレーゼもそしてネルソンも入ってきました。ちょっと滑ってますけれども、どんどんギャップを広げなければいけないというね。ある種、そうですね、いつものシューマッハみたいな感じですね。さあルノーの2台、アルヌー、プロストが抜けていきました。少し置かれてフェラーリのピローニ、さらにはタンベイです。そうですね、タンベイ帰ってきましたね。そうですね。さあその後ろも少し切れていますけれども、デレク・デイリーです。ウィリアムズが来て、マクラーレン、ニキ・ラウダー、カラーリング似てますが、アルファが来て、ジャッコ・メリですね。さらにその後ろワトソンの姿も見えました。こちらがアラン・プロスト、現在4番手です。とにかくブラバムの2台としては逃げたい序盤戦、ですからその12秒から20秒ぐらいというところが一つね、ターゲットタイムとして逃げているということですね。ピットストップに彼らの練習ではですね、12秒を要するということで、これはもうタイヤ交換かなと思われましたけれども、燃料ラインのアルファロメオです。ですね。レギュレーション最大の V12 エンジンが見えますね。見えると思いますけれども、ですからこの辺がアルファの予選はいいんだけれどもというね、弱さ出ちゃいましたよね。さあトップを行きますパトレーゼ、逃げる展開になりました。ターボ、特にブラバン BMW の場合はやはりパワー特性、トルク特性が急激にパワーがドーンと出る、トルクがぐっとかかるんで、こういった出口でのですね、スライドコントロールというものはなかなかデリケートなものが必要なターボドライビングですよね。プロストも滑ってますね。そういう意味ではアラン・プロスト、前から何度も聞きましたけれども、ターボの時代は本当に面白かったんだよというのはね、乗っていてもそういったドライバーのコントロールテクニックですか、それが非常に面白かったと言ってました。まだセザリスいろいろやっておりますけれども、この後レース戻りますが、クラッシュしてしまいます。さあブラバムの2台がミストラルへと入ってきました。しかしこの 1.5 キロミストラルは見応えのあるストレートですよね、本当にね。ちょうどここにストリートオート、フランスのモータースポーツ雑誌ですけど、今でも存在しますけれども、ちょうどこの看板があるんでね、非常にシーンの高い位置からカメラ撮ってますよね。ですからちょっと風強いんで、映像もブレるというのもね、当時ならではなんですけども、この1台のカメラでもって長いストロークでもってずっとフォローアップしますよね。こうしてシーンからずっと曲がり込む。周りはご覧のようにですね、割と砂っぽい世界観の多い土地なんですね、この辺りはね。ちょっと待ってください。パトレーゼですかね。パトレーゼがスローダウンです。パトレーゼスローダウン、カーナンバー2番です。煙がちょっと感じられましたけど、もう火が出てますね。炎が出ています。リカルド・パトレーゼ、トップを走っていたパトレーゼ、ターボがついてますから、高熱ターボの部分からこうして火が出て、そしてカウルまで燃え広がっていますが、そうですね、そのままで走行を続けていますね。今ルノーの2台にもかわされていきました。当時のターボ耐久レースもね、リカルド・パトレーゼランチャーでやってまして、こうしたターボのトラブルは経験済みなんで、割と火が出ても今のドライバーと違って、なんて言うんでしょう、落ち着いてはいますよね、彼もね。でここ、ピット前まで持ってきました。ここがピットの入り口というところなんですが、ピットには行けません。そうですね、行かないですね。ここにもう止めちゃいますね。さあこれでチームメイトネルソン・ピケがトップということになりましたが、かなり出てますね。もうこれでちょっとダメですよね。そうですね、カウルに火が燃え移っています。自分たちのブラバンチームのピットはもうすでにガソリンタンクとかですね、給油用のものが今と違いますけれども、現在とは違うもっと粗末なものなんですけれども、用意されている意味で
ぱりここに車を止めてで消火隊レスキューでという形に取りましたよね、リカルド・パトレーゼ。パトレーゼ、でもこれで結局、トップ走ってましたけれども、ストップ作戦、パトレーゼに関しては見られないというね。そうですよね。あとネルソン・ピケだけということになりました。はい、リカルド・パトレーゼ、この年の第6戦モナコで初優勝を挙げていますけれども、これが82年は6回目のリタイア、やはり信頼性という部分は、ね、ブラバム BMW ターボですけれどもね、やはりあるのかなという感じがします。ブラバム BM の場合はやはり高温に対する弱さというものはテスト中からも言われてたことだったんですよね。ですからこのレースやはりどうかなっていうね、クエスチョンマークは多かったですね。予選からかなりエンジンを壊していたみたいですもんね。もう4機壊していましたから、つまりパトレーゼで今ので5機ですよね。そういうことになりますね。さあ果たしてピケはどうか。まだこれ、パトレーゼの煙がねもやっとしてますけれども、やっぱネルソン今ちらっと見てますけれども、ネルソンの方もやっぱりこうペースはねできるだけ抑えめにいこうという気持ちになるでしょうね。精神働きますよね。そうですね。ただ目標としているギャップは2番手のアルヌに対してはつけなくてはいけないと。ですからその辺の狭間でもってドライバーがどう自分でペースをクリエイトしていくかっていうのがこの時代のねフォーミュラ1の、ですからドライバーが相対的に年齢層が高いですよね。これもやっぱりF3、そして F2、そして F1 というステップアップしてくるというねドライバーがフォーミュラ1の道だと言われるのも、フォーミュラ1のやっぱりレースの難しさ、来ました。さあ8位グループですね、ジャコメリ、ワトソン、ロズベルグと続いています。さらに周回遅れのチェザリスを挟んで青いマシンアルボレート、あとこちらはロータスのジェフリースです。今回はナイジェル・マンスルがカナダで腕怪我したんで、代理という形でね、F2 チャンピオンです、ジェフリース起用されたんですけれども、予選から彼もエンジントラブルでもってタイヤのトラブルで、レースうまくいきませんよね。ジェフリース、実はこれが最後のキャリア最後のレースとなります。彼は F2 チャンピオンでラウトホンダで F2 チャンピオンになったんですけれども、81年ですね、この前の年。それ以前にはですねマンセルもラウトホンダで起用されたんですけれども、当時のマンセルは元気なかったんですね。ですからマンセルは途中でもう降ろされちゃったっていうエピソードもありますね。そのジェフリースが起用されたんですけれども、レース結果とすれば速さもう一つでしたね。ここで6位にデイリーが、そうですね、そして7位ラウダがいて画面です。8位以降ということになりますね。ここがいわゆるその自然吸気ノンターボ勢ということになりますよね。30秒近いギャップができちゃってますよね、ターボよりも。ですから1周2.5 から3秒ぐらいのペースが序盤で差がついているという、そういう計算なんですね。ケケ・ロズベルグがワトソンに仕掛けようとしましたが、ここではかわせません。ワトソンは着々とポイントを重ねてきていますので、そういう意味ではNA 勢の中ではワトソンがポイントリーダーと言ってもいいわけですよね。そういう存在です。ワトソンの後ろからケケ・ロズベルグです。ロズベルグはまだ優勝してないんですよね、この時点ではね。この時点ではね、6人のウィナーがすでに現れているシーズンですけれども、この後これからということになりますけれどもね。さあしかしロズベルグワトソンに迫ってきました。ケケ・ロズベルグが白いマシンですね。ワトソンに迫って、さあスリップに入れるかというところ。これ完全にキャッチアップしましたよね。そうですね。ここでいきますね。ズバッといくんですね。これがケケ・ロスベルグの本当に実践的なドライビングのさえだと思いますけれどもね。ここで9位になりました。さあ今度はジャコメリということになります。ウィリアムズのケケ・ロズベルグ。このウィリアムズ、このレースからですね、カウルちょっと変わってるんですね。コックピットの後ろのですね両側にエアスクープのついてますよね、飛び出すような形で、そうですね、角じゃないですけどね、そういう形に変えてきたこのレースからですよね。さあミストラルで完全にジャコメリを捉えているケケ・ロズベルグ。シーニュ前に出ました。ロズベルグこれで8位です。ロズベルグはここで300キロ予選2日目のセクタースピード、トップスピードもね、マークしておりましたけれども、ここでリプレイ出ますけれども、この当時のウィリアムズ・コスウォスはちょっと他よりもですね、同じ V8 なんですけれども、スペシャルチューンでもって、500馬力、510馬力から520馬力ぐらいへ、バージョンアップされていったものがですね、ウィリアムズのロスベルに与えられていた。その分ス
ストレートは若干伸びる特性感じられますね。なるほどね。同じそのいわゆるフォード V8、DFV とやりますが、11チームが DFV 使ってるわけですけれども、その中での、チューナーの違い、エンジンチューナーの違いもありますけれども、特にこのコスモスは、それだけウィリアムズ、こちらはアローズのマウロ・バルディです。ここで来ますね。そうですね。予選は通過したんですけれども、マウロ・バルディ、前の年の F3 のチャンピオンです。アローズでイタリア人ドライバーですね。でこちらがヨッヘンマスです。絡んで、シーニューで絡んでですね、でアウトサイドにこう飛び出して、こういう映像ですね。いわゆるキャッチネットという感じでしょうかね。ネットに突き刺さる形になりましたが、観客席に近い場所ですよね。観客席にも飛び込んじゃいまして、幸い本当に死亡事故にはならなくてよかったんですけれども、負傷者が出たということで、今バルディ自身がもう背中にね、丸々してかけると思いますけど、これはバルディなんですよね。バルディがマスを助けに行っているということですよね。それからあとバイクでもって駆けつけたレスキューの人たちもいるわけですけれどもね、消火器も来ました。ただこうして映像をご覧になって分かるように、今の時代のような組織だったメディカル体制、レスキュー体制がまだまだ当時はね、それくらいだったんですね。かなり混乱してますよね。そうですね。お客さんの方もかなり混乱してます。タイヤバリアもこうしてあるんですけれどもね、もっともっと、今の時代増えてますし、このお客さんとの間の仕切りの要ももっと高いし、もっと丈夫なものがありますよね。この辺りはやっぱり当時の時代こういうレベルだったんですね。そうですね。ここでヨッヘンマスが今出てきましたね。今出ましたね。ヨッヘンマスが出てきました。このレーシングスーツのね、その黒くなった色というのがね、ヨッヘンは彼はこの時代はワークスポルシェ、ロスマンズポルシェでもってルマンでも活躍していたベテランなんですけれども、フォーミュラ1ではね、ベルギーのビルヌールの事故といい、ちょっとこの年は本当に不運がつきまとってですね、耐久レースでは素晴らしいスターだったんですが、このうち限りで、フォーミュラ1からは去っていくというんですかね、フォーミュラ1ドライバーがなくなりますけれども、非常に彼は頑丈な、タイプの、いかにもすぐに耐久向きのドライバーでしたね。こちらは9位のジャコメリがエディ・チーバーを抜いていったところです。リジェのエディ・チーバー、リジェにとっても岩宮さん地元ということに、なるわけですけれどもね。ですからね、期待され、またカメラもこうして捉えるわけですけれども、この JS19、前にもモナコの時も紹介しましたけれども、後ろを思いっきり長くしたサイドポンツを長くしたメカニズムのアイデアがですね、もう一つ成功しなかったっていうよりも、実際速さがですね JS17 の方が速いということで、この前のイギリスグランプリでは、エディ・チーバーがそっちにスイッチしてるくらいなんですね。つまり完全にニューマシンに投入に失敗したというのがね、この年のリジェですよね。でマートラ V12 も結局この年限りで消えていくことになります。オールフレンチへのこだわりを感じるリジェではありますけれどもね。こちらはトップのネルソン・ピケです。14周目に入っています。チームメイトはすでにリタイア。ブラバムはこのカーナンバー1、ネルソン・ピケ1台のみとなっています。やはり耐熱というのがターボにとっての大きなテーマだったわけですね。それが大きなもう本当に特に BMW ターボにとっては、テーマですよね。先ほどもちらっと伺いましたけれども、同じターボでも燃費的にはこの BMW が一番悪かった。一番悪いですから、搭載燃料が、どうでしょう、ルノーよりも 15% から 20% ぐらい多い、それだけ重くなる、今度デイリーですね。そうですね。ノンターボ6位デイリーは、スタートから飛ばしてました。彼はですね、グドゥイヤーユーザーですけれども、グドゥイヤー前にも紹介しましたけど ABCDE という順番に柔らかくなるんですね。その B スペックのタイヤでもってソフトコンパウンドでもって出てきてるんですね。ですからここで、やっぱりそれでもタイヤがやはりこの高温ですから、もうタイヤ変調ということで、ここでピットストップニューセットにしましたよね。これは単純にドライバーのフィーリングとしてタイヤがもうダメだと、ちょっとスローパンクも感じてたようだったんですけれどもね、タイヤ交換、このレースは実は非常に多く、この後起きてきますね。どうしてもこの本当に晴れ切った高温で路面温度がすごい高くなるんですね。ここは気温プラス20度近いんで、そういう意味ではタイヤにとっては非常に厳しい。でなおかつ1500のストレートでもってですね、 NA 勢だってずっとアクセル全開率も高いですから、そういう意味でもタイヤは厳しいんですね。そのスティントごとにソフトタイヤを使い捨てていくという考え方はまだそこまではいってないんですかね。そういう時代ではないですよね。ただ
ただこのレースに関して言えばそうしたタイヤをねつないでいくという作戦が見られるグランプリにはなりました。なるほど、だからこうして2人のんびりしてますけど、今だったら即運ばれますよね。メディカルセンターなんですけどね、2人とも大丈夫です。そしてバルディはちょっと観客席の方を見てますね。だからお客さんの方が心配だということで、やっぱり今ですとこうしてタイヤバリア気づいてますから、セーフティーカーが入ってタイヤバリアを直して、でレースを再開というパターンがあるんですけれども、やっぱりこれもね、この時代のということですね。さあネルソン・ピケはミストラルに入っていますが、ここでアローズのマルク・ズラーをかわしていきました。アローズ、マルク・ズラーはこれで周回遅れということになります。ファステストラップはパトレーゼ1分40秒075というタイムです。ただその4周目でですからね、つまりそれ以降タイムが上がってないんですね。結局それ以降タイム上がらない状況になるわけですが、やはりそれがタイヤの負担っていうんですかね、タイヤ的に滑りますね。ピケが滑っています。タイヤ的に厳しいんで、いつもですと中盤から終盤にガソリンがね本当に軽くなりますから、ターボ勢も、タイムが上がるんですけれども、上がらないというのはそれだけタイヤが厳しいこのグランプリだったということです。そうですね。7月25日真夏のポール・リカールです。さあピケの前にはトールマンのワーウィックですけれども、ここでピットに入るようですが、周回遅れになろうとしています。ピットレーンの入り口のサインありませんけれども、左の方にピットがありまして、ちょっと立体交差風になってまして変わってるんですけどね、ここポール・リカーは、で左の画面消えてピットに入ってタイヤ交換ということになりました。そうですね。トールマンというのも、ターボエンジンを使ってはいるんですけれどもね。そうですね、プライベーターですけれども、ハートの直列4気筒にターボチャージでかけてですね、ワービックはこのグランプリで初めて完走しますね。これがブラバムのピットです。ホイールレンチとか映ってますけれども、今ちらっと映りました。そうですね。とはこういう形でスタンバイしてますよという映像ですね。もうちょっと見たかったですね。そうですね。さあネルソン・ピケ、アルヌーとの差が13秒425、今宮さんもうちょっと欲しいというところですかね。今の本当に今のグランプリ風で言えばですね、マージンタイムにすればもうちょっと欲しいというところですけれども、ただここでやっぱりオーバーペースすると壊れちゃ意味がないんでっていうところで、この辺がネルソンの難しいところだったんじゃないでしょうかね。そうですね。ネルソン・ピケは当時29歳です、ブラジル人。この前の年81年に1ポイント差でチャンピオンを取りました。で実はこの翌年に再びチャンピオンになるんですけどもね、非常に勝負が読めるっていうんですかね、レースメイキングのうまいタイプですよね。81ご紹介の81、83、87年チャンピオンになってますけど、3回しか勝ってないですね、いずれもね。3勝なのにきっちりと最後はということで、23勝して2位が20回というね、この優勝回数に匹敵する2位回数の多さというのがネルソンのね、ネルソンたるゆえんだと思いますけれども。なるほどね。ウィリアムズホンダでチャンピオンを取った後で、中島さんのチームメートです。このアクションがちょっとね加速が鈍ってね、彼がピットロードのちょっと見てるんですよね。この辺がね、当時ピットとのテレメトリーデータのあるやり取りっていうのは今ほど高度にありませんでしたから、ちょっと何かマシンの異常があるのかもしれませんけどね、今のアクションでしょうね。さあ17周目、ピケ、アルヌー、プロスト、ピローニ、タンベイ、ロズベルグというトップ6です。ラウダがトップ6から姿を消しました。ラウダもタイヤ交換に向かったということのようです。そしてワトソンなんですが、今宮さん、リタイアなんですね。これがね映像なかったんですけれども、この時点でのジョー・ワトソンのリタイアというのは非常に痛いんですね。ワトソンにすればこれで3戦連続ノーポイントでしたから、この辺りがワトソンが結局ワールドチャンピオンに詰めきれなかった、最終戦まで行くわけですけれどもね、持ち込めなかったという、痛いグランプリになっちゃったのかなと、この辺りがね、思われますね。マクラーレンのジョン・ワトソン、当時36歳です。ベテランです。マクラーレンチームはコンストラクターズランキングではトップをキープしているわけです。ですからそれだけにワトソンのリタイアで、ニキ・ラウダの方はタイヤ交換してこれから追い上げてきますけれどもね、このコース特性も含めればマクラーレンとすればなんとか、1ポイントでも2ポイントでも NA のトップでとにかく、加算したいというのがね彼らの狙いだったわけですけれどもね、ワトソン脱落は痛かったと思います。エンジン的にもウィリアムズと比較するとちょっとマクラーレンは負けていたということなんですかね。同じ DFV でもその辺も、言わざるを得ないという部分がありますかね。なるほどね。さあ
ケとそしてアルヌーのギャップが14秒617という表示が出ました。この辺でじわじわなんですけど、逆を言いますとルネ・アルヌーが非常に、そういう意味では簡単には逃がさないぞということでよく追っかけているという言い方もできますよね。そうですね。こちらがトップを行きますネルソン・ピケです。前年度のチャンピオンカーナンバー1をつけていますが、さあまだ見えてきません。ようやくここに2番手のルネ・アルヌーです。そしてその後ろにプロストですけれども、ここはこの差です。プロスト、そして周回遅れのズラーという状態になっています。さあミストラル ATS のビンケルホックとそして黒いマシンロータスのリースはタイヤを変えて復帰しています。その後ろにピケ、ヘントンを周回遅れにしていますね。キレルのヘントンです。この前のですねイギリスグランプリでファステストラップ取りましたけれどもね、ミケル・アルボレット同じキレルでもってやっぱり25歳2年目の新鋭が出てきて影が非常に薄くなっちゃったヘントン、意地で母国でねファステストを取りましたけれども、あれがたった1回でしたね。入賞はないんですけどね。ブライアン・ヘントン、ちらっと映る青いマシンブライアン・ヘントン、ティレルですが、この82年が F1 ラストイヤーとなります。昔からの友達ですさあこちらはロータスのエリオ・デ・アンジェリスですが、ピットに入ります。散々ですね。ロータスチームはこのグランプリに関しては、本当に何もかもうまくいかない。マシンを止めました。しかしこのもうダメだよという、タイヤ変えようかなっていうところですけど、チーフメーカーボブダンスがもうレース無理だよということで3位を取りますよね。さあトップネルソン・ピケは19周目に入っています。ピケの前にビンケルホックとリースがいますが、リースはピットインしましたんで間もなく3周遅れということになります。序盤での右リアタイヤのバーストがありました。ロータスはですからこのリース1台という形になりました。リースはなんとか完走まで持っていきますけれどもね。さあこれが19周目というところですけれども、ポーンとロータスに来ますよね。ネルソン・ピケ、ブラバン BM が、今ギャップ出てますけれども、15秒5、このストレートでもう1台行きましたね。ビンケルホックをかわしました。スイップつくんですけれども、ATS ビンケルホックがただ離れちゃうんですよね。これがターボとNA の違いですね。今のシーンの飛び込みまでに、じゃあっていうことでスイップ使おうとするんですけど使えないぐらい、それぐらい速度差があるという場面でした。ただ一方そのコーナリングスピード、コーナー区間にこの区間ですけどね、入りますとさほどそんなに差は出ないんですね。こういうくねくねのところに入りますと、そんなに大きくは差がつかない。ただでもこのセクションはブラウンもやはり非常にハンドリングがいいんで、この見るからにエアダイナミックスね、いいパッケージなんですが、こういうところの速さというものはブラウンの持ってるエンジンとは違う意味でのシャシーの BT55 の速さだと思いますね。結構 NA 勢よりも速いっていうのはありますね。だから対ルノーとかで言いますと、NA 勢もクネクネセクションでは結構イーブンな速さを見せますね。さあピケは20周目に入りました。54周レースですけれども、どのぐらいを想定してたんですか。やっぱり真ん中あたりなんですかね。そうですね。当時の一つの考え方ですから、高度なね、計算上云々ということよりもまだピットストップ作戦が始まったばっかりで、とにかくまず一番単純に分かりやすく、明快に半分で、2等分というね、等分でというのが基本的な彼らの考え方というふうに聞いてました。ただ初めてそういう意味ではね、レースを割るということになるわけですからね。ですからメカニックだって練習はしてきましたけれどもね、実際になかなか本番にそれがマシンがトラブルが起きちゃうんでできないということでね、メカニックたちもプレッシャーますます感じて、いたように聞いてますけどね、本番までどうなのかということでね。さあ今ピケとアルヌー2台の映像がありましたけれども、現在の差がおよそ17秒というところです。来るべき、初めてのそのピット作戦に向けてピケ、どこまでアルヌーとの差を広げられるかというこの序盤の展開です。そうですね。ターボ勢の対決で来ているわけですけれども、やっぱりターボ系のチームとターボを持ってないチームとのいろんなそのルールをめぐるなんて言うんでしょう、論争もこの時代は非常に言われてたことなんですね。で FIA の方が技術委員会がもう
このままターボでいきますよという発表をこの時点でしたんですね、はい、ですからターボを持ってないイギリス系のプライベートチームもならば真剣にターボを探さないとレースにならないということでもってですね、でマクラーレンはタグポルシェですね、この後、はい、次の年の最終戦からですよね、獲得に動いた、はい、でロータスもルノーのターボ獲得に実は動いていて、この後正式に発表されます、はい、でウィリアムズもコスモススペシャル使ってますけれども、ウィリアムズもということで一旦はこの BMW と交渉に入ったんですけれども、はい、ドイツ人ドライバーを使ってくれないかみたいな交渉のやり取りがありまして、それを断る、でフランク・ウィリアムズさんは決断として日本のホンダ、はい、ホンダとのウィリアムズ・ホンダ第2期なんですよね、に進んでいこうというね、そういった水面下といいますかね、パドックの動きもあった、このちょうどこの頃ですね、一気にターボ時代ということですよね、進んでいくんですね、はいでサーキットに戻るとターボでね、ルノー対フェラーリ、ブラバン BM もいますけれどもね、はいピケ、アルヌ、プロスト、ピローニ、タンベイ、そしてロズベルグ・ウィリアムズがノンターボのトップとなっています。以下ティレルのアルボレート、アルファロメオのジャコメリ、さらにはウィリアムズ、デイリーと続いています。さあ周回の方は間もなくピケは22周目を迎えようというところですが、アルボレート、ジャコメリという7位グループです、ですからざっくり言って1周1秒はそのアルヌに対してネルソンはね、差をつけてストップ作戦のアドバンテージタイム、リードタイムを築き上げたいということで、はい、カーナンバー1番のネルソン・ピケです。まもなくレースはちょうど中盤を迎えるということになりますが、コントロールラインを通過して22周ということになります、後続のマシンは見えてきません。ホームストレートですがワーウィックがいてリース、ラウダー、そしてビンケルホック、ヘントンですね。この辺りは周回遅れです。アルヌここにいました、エディ・チーバーがいて、さらにその後ろのルノーはプロストです、この時点ではアラン・プロスト、アルヌの間隔はこの程度で、まだまだプロストからすれば見える距離にね、ついていってますけれどもね。そうですね、先ほどから映像が乱れておりますが、収録当時の画面の乱れです。どうぞご了承ください。ちょっとこのカメラがそうですね、映像いつも乱れちゃいますけれども、ここで曲がり込んで、ここはですからロングコースの一番端っこという言い方になっちゃいますけれども、昔87年当時からフランスグランプリテレビご覧の方からすれば、あそこは見たことないはずのそういうことですね、部分になりますね。テスト中の事故というのがありまして、85年以降はショートコースにね、まさに、現場でもってエリオ・デ・アンジェリス、が86年亡くなりまして、それから85年に亡くなりまして、それから堀川はショートコースで、グランプリも開催されるようになったわけですけれども、今いろんな改修されまして、コースレイアウトがね、いろんな組み合わせができて、でトヨタをはじめ、いくつものチームが、やはりこの天候がいいんで、テストコースに使われていますよね。さあトップを行きますのはネルソン・ピケです。ピケが今宮さん、ディフェンディングチャンピオンとして迎えたこの82年は、ここまで1勝、カナダグランプリでようやく第8戦で彼が勝ったのが、6人目のウィナーということだったんですけれども、でもここまで本当にね、プロスト、ラウダー、ピローニ、ワトソン、パトレーゼ、そしてネルソン・ピケ、本当に6人ウィナーが繰り出したというね、でその中のまだ1人1勝のネルソン・ピケで迎えたんですけどね。そうですね、さあニキラウダがタイヤ交換のためにピットに入りまして、同一周回の10番手までポジションを上げてきています。そうですね、フレッシュタイヤにしまして、マクラーレン P4B、ニキラウダのペースは良くなりますよね、ですから NA 勢ではニキラウダのレースペースがこれから一番速い、なんて言うんでしょう、タイムの出方になっていきますね。この辺りはさすがだと思いますね。ですからその途中で給油を行うという作戦と並行して、タイヤの使い方についてもどんどん新しいアイデアが生まれつつある、そんな時代、82年です。
この前に行われました第10戦のイギリスグランプリブランズハッチですけれども、スタートでは大混乱が、ありましたよね。起きたレースを受けての、このフランスグランプリですけども、でスタート時の自己混乱というもの、ブランズハッチもそうでしたし、カナダですね、なんといっても。ですからやはりそれを反省といいますか、そういう意味で FIA 側もですね、チーフスターターがスタート時にグリッド上でトラブルがあった場合にはすぐ、今と一緒なんですけれども、スタート中断するというスタートアボットのね、そういう手続き、イエローランプを灯してという点灯してというそういう新しいルール作りもなされて、このグランプリからそういうことになったんですけどね、幸いドライブシャフトトラブルジャリー発生しましたけれども、大きな問題ではなかったですよね。そうですね、ですからそういった本当にこの年はいろんなことが起きたんでアクシデントも多かったわけですけれども、その都度ですね FIA 側も後手後手といえば後手後手なんですけれども、なんとか必死になっていろいろね安全面を一生懸命手を打ってはいったということを言いますよね。そうですね、さあネルソン・ピケとアルヌーの差がここで19秒、そうですね、ぼちぼち20秒まで来てますよね、1周1秒のその貯金といいますかね、リードタイムには近づいてきてますね、この辺りでピットももう動き出すというところなんですよね。というところで、ここですか、ネルソン・ピケやはりね後ろから白煙です。ストレート今どうでしょう、 1000m ぐらい通過したところあたりからですね、目視でもってね煙が出たのは多分その手前からもうネルソン感じてたから、こうしてすぐに C に曲がってすぐにこうやってピットまで、さっきのパトリーズと違ってここでもう止めちゃいますけどね。ネルソン・ピケここでマシンを止めました。このウィークエンドで6機目のエンジンですから、本当にBMW もものすごいお金もかかってるんですけどね、これで完全なエンジンブローですね。ここですね、白煙が上がっています。ミストラルです。これやはりインジェクション系のですね当時ターボ問題だったんですけど、やっぱり3リッター以内から 1.5 リッターターボチャージになって、それだけ燃料噴射システムの問題とかですね、インジェクターのその混合機をどうしてもその適正なミクスチャーというものがキープできないっていうんですかね、そこで混合機が薄くなってピストンが焼き付いてドンっていっちゃうっていう、そういうエンジンブローが、多かったレースに限らずですけどね、走行中テストなんかでも、そういう壊れ方ですよね。だからかなり深刻な壊れ方と言わざるを得ませんね。そうですね、ただ史上初のそのピットストップ作戦、どうでしょう、当時もやっぱりそのピットでの再給油タイヤ交換というのを見てみたいという思いもね、ありましたけど、またこれでお預けになっちゃうんですね。なるほどね、さあこれでトップにルネ・アルヌーが返り咲く形になりました、そして2位にプロスト、ルノーワンツー体制、オールフレンチ母国でワンツーという形ですね。これで、34歳アルヌー、27歳プロスト、ピローニは30歳、パテクタンベイが33歳、このワンツースリーフォー、そういうことになりますね。フェラーリの2人もフレンチということで、そうですからね、ですからジャリエがいきなりいなくなっちゃったのと、それからリジエのドライバーのジャック・ラフィットがこのボードに入りませんけれども、本当に当時の6人の侍っていう表現変ですけれども、フランスの6人が、ルノーチームにいるナショナルチームですよね。ですから、そしてフェラーリの方のもう2つの2強チームにフランス人がいるという。フランスのドライバー大国っていうんですかね、それが全盛期だったと思いますね、この年、特にこのグランプリ結果もそうなりますけれども、ここがフランス人のピークですよね、でも今やゼロですからね、そうですよね、これがやっぱりね、伊藤さんね、結局、これだけルノーが良かった、これだけまたルノーエルフも含めてパッケージができている企業がですね、本当にもっともっとこの時代から若手ドライバーを育てていればこんなことにならなかったと思うんですよね。やっぱりね、かなりフォーミュラ1ばっかりに目がいっちゃってた、F3 の方ももっとカートとかですね、もっともっとフランスがやってればっていうのは、当時から少しずつ言われてたんですけれどもね、連日、だんだんフランス人ドライバーがアラン・プロストはチャンピオンを取りますよ、だけど下が若い人たちが育ってこない状況にフランス陥っていっちゃうんですね。どうしてもプロストのワールドチャンピオンでなんていうんですか、そっちの方にばっかり目がいっちゃったというね、そんなフランスのドライバー事情ということですかね。オリビエ・パニスの引退の後はね、フランス人ドライバーがメンバーの中からは消えてしまうという形になりましたが、ただこういう時代があったからこそフランス人ドライバーがいなくなったことを嘆く声というのもね、大きいのかなという気がします。
さあルネ・アルヌーは26周目というところになりますが、アルヌーとプロストの差は10秒というところに来ています。だからね、この辺りプロストもプロストで、この日のレースペースがアルヌーが非常にいいんで、自分が真剣に追っかけていってで壊れちゃったらばっていうのがやっぱりこうあれだけブラバンビルも見てますし、ルノーも決して万全な信頼性を持っている状況ではありませんので、そうですね、この辺りがね追うべきか、もう少し様子を見るべきか。ただ、確実に言えることはレースのスタート前のミーティングでもって、ポイントで大きく先行しているアラン・プロストがとにかく今日のレースは前でゴールするということはチームのオーダーといいますか、チームの、ミーティングでもってはっきりとアルヌーとプロストに言われていることなんですね。ただ、そうではありますけれども、本当に今日はルネ・アルヌーがスタートからもうどんどん先行してこれだけリードタイムを築いている、アルヌーからすればですね、80年の南アフリカ以来2年半勝っていませんから、ある意味アンラッキーな男だったんですね。今日はここで勝って自分のそのなんて言うんでしょうね、不運の連続にピリオドを打ちたいというそういう個人の欲望、ドライバーの本能、だんだん勝っていくわけですよね。チームとしては今画面に映りましたプロストの方を勝たせたい、ミーティングでもそれは指示されていたという状況で、アルヌートップ、プロスト2番手という状況です。チャンピオンシップがいかんせんコンストラクターズのドライバーズも大混戦状態ですから、明らかにポイントが圧倒的に多いプロストでもって勝負したいというのがね、これはチームのもちろん意思ですよね。なるほどね。さあこちらがアラン・プロストです。この前の年81年に行われましたディジョンでのフランスグランプリを制しています。アラン・プロストはまだ3年目、27歳、アルヌーは言いますけれども34歳、5年目。ところがね、2人のレーススタイル見てますと本当に予選一発でカーンといくようなルネ・アルヌーに対して、ミスが多くてですね、もう一つ信頼性がないという言われ方で、若いプロストの方がしっかりと予選もそしてレースの方もポイントを取ってくるということで、年齢とかキャリアとは逆転しちゃってですね、ドライビングキャラが違うんですよね。この辺がね、順位出てますけれども、ルノー陣営のこの2人のドライバーの扱い方、これが難しいところだったというふうに後で聞きましたけどね。なるほどね、ご覧のように上位4人はフレンチという体制になりましたフランスグランプリ82年です。ただ年齢的にもキャリア的にもアルヌーの方が上という中で、どうなんでしょうかね、チームの中でのそのいわゆるランクというか、これはもうね徐々になんですけれども、現在本当にランキングで5位プロスト19点に対して4ポイント、15ポイントも差がありますからね。ですからね、やっぱりチームはその成績もそうだし、いわゆるマシンの開発面でのアラン・プロストの力というものも、どんどんチームが彼に傾いていくわけですね。ベテランの方よりも、若い人の方に。それをやっぱり感じていましたし、ある意味どちらかというと、なんていうのかな、侍タイプっていうんですかね、我が道を行くっていうんですかね。その辺もなかなかチームのそのマネジメントとうまくいかないっていうんですかね。ありましたよね。今の現代の F1 ドライバーみたいにマネージャーがついてとかマネジメントサイドがついてドライバーをガードするとかチームとやり取りをねうんぬんとかいうことありませんから、全部自分でやりますから、そういう意味でもプロストとそれからアルヌーのその2人のこうなんていうんでしょうかね、直接的なというよりもチームの中における存在がどんどんこう、離れていくっていうんですかね。プロストが事実上の年は若いんだけれども、エースになっていくという、そういった、きっかけとなるグランプリでもありますよね。10.686 秒、そうですね、ここがギリギリでこれ以上どうしようかというさっきからずっとこの辺のギャップなんですけどね、プロストは。ただポールポジションの数ではアルヌーがもうこれが5回目というところで、予選での速さというのは先ほどもちょっと伺いましたけれどもね、優勝回数はプロストの方が多くてですね、ただこのグランプリに関して言いますと、プロストはですね非常に開発の問題言いましたが、このスライドスカートルノエル書いてありますけど、これを金曜日と土曜日に変えたりとかですね、ノーズのウイングを取ったり外したりとかね、いろいろ取ったり外したり一緒ですね、取ったりつけたりですね、いろんなセットアップをやって結果、高校ションあるの一発にやられちゃったんですよね。で日曜日の朝ウォーミングアップがありまして、それで200リッター満タンでチェックして1分40秒台が出て、ただその時のね彼のフィーリングが C にさっきのストレートエンドですけれども、そこで車が跳ねる、それからどうもリアのスタビリティがということで、この走りもかなりおとなしめに見えますよね。どうもその辺が日曜日の朝の満タンセットでもってちょっとプロストの方はですねセットアップがうまくいってないというのはですね
これ後で、いろいろ聞いて調べたことなんですけど、なるほど、このレースの、はい3日間の流れですけれどもね、その辺がこの10秒遅れでずっと攻めるに攻め込めない、どうしようかって迷ってる風に見えるプロストの、実はその車の、ね、状況がもう一つ完璧ではなかったというね、その辺が感じ取れるわけですよね。なるほどね、この後もじわじわとアルヌーとの差が広がってしまいます、でむしろこの後周回遅れとなろうとするニキ・ラウダと一緒のランデブー走行にもなっちゃいますけどもね、そうなんですよね、そしてちらっと映りました3番手にフェラーリのピローニ、フェラーリも V6 ターボ、フェラーリは81年からターボを採用しています、この年コンストラクターズタイトルはフェラーリが制すということになるんですけれども、フェラーリについていかがですか。今日のこのレース展開ではですね、フェラーリの方ははっきり言ってルノーのこのアルヌーにもう完全にやられちゃっていますよね、でフェラーリの方はちょっとやっぱり高温でのエンジンのミスファイア、ベイパーロックといいまして燃料ラインにちょっと気泡化現象みたいなのができてですね、クリーンにエンジンが吹き上がらないというそういった問題点もあったようですね、ただ1年を通して言えばですね、やはりルノーよりもフェラーリの方が、安定感はありましたよね。これさっきそうですね、止まっているのはアルファロメオのチェザリスです。25周目にクラッシュです。マシン降りています、さあルネ・アルニーは30周目に入っていきました。ただそう話し続けますと、フェラーリはピローニにですね2台の車を常に用意してましたね、この時代で縦置きギアボックスのマシンを、予選用の予選カー T カーですねとして予選に使って、でレースには横置きギアボックスのコンパクトな、それはもうマシンの後部の、スペース今と同じですけどディフューザー効果を上げて空力パッケージを良くして、それをレースに使い分けるというね、そこまでフェラーリはやってましたよね。ジルヌ・ビルヌーブが亡くなる事故の後、3戦ですか、ピローニ1台体制という形があって、そしてタンベイがオランダからそうですね、そこにもまたいろんなエピソードを聞きましたけれども、パトリック・タンベイ当時アメリカのもうレースをしようかということで F1 ね、大丈夫ですね F1 一時こう去ろうとしてたんですけれども、エンゾ・フェラーリから急に電話があって、で乗ってみないかという話があったんですが、その前にですねパトリック・タンベイが急に F1 出てきた頃、いきなり抜擢のエンツォからの電話があって、でも彼断っちゃったんですよね、ですから彼それが非常になんて言うんだろう、負い目に感じてたんですけれども、エンツォ・フェラーリがわざわざいや人間誰だって1回ぐらいは過ちを犯すもんだからどうだ自分のところでやってみないかということで、ジルとは親友でしたからねパトリック・タンベイは、もうすぐにイエスということでF1 にカムバックしてきたタンベイですね、そのタンベイが現在4番手を走行しています、タンベイもですからちょっとこのレースに関してはミスファイアがあるんで、ペースが上がらないんでさっきから映像来ませんけれどもね、ずっと4番手なんですけれども、なんとか完走してとにかくフェラーリとすればコンストラクターズ狙いで1点でも多くというのが、パトリックは途中から参戦ですからね、そのために、ポジションキープ狙っているんだと思います、さあこちらがルネ・アルヌーです。前にいるのがジャコメリということになりますが、そうですね、こちらがフェラーリ赤いマシンが見えましたピローニです。周回遅れのラフィー、そしてヘントンと続いていました、フェラーリはこれタイヤの使い方をちょっと変えてるんですよね。そうですね、フェラーリはグリアなんですけれども、やはりターボですから、燃料もいっぱい搭載するということで、フェラーリは固めの、A タイプで、しかも左側タイヤですね、一番作動タイヤワークチャータイヤは左側は、WA というね、一番ハードなタイヤをそういった、左右非対称タイヤチョイスしてますよね、そういう使い方が、当時許されていたということなんですが、どうなんでしょう、やはりターボ車は固めのタイヤ、そして NA 車は柔らかめという傾向だったんですかね。そこでとにかく NA からすると、パワーのディスアドバンテージをなんとかカバーしようというね、そういうタイヤチョイスになってたわけですけれどもね、ただいわゆるノンターボ車のレース中でのタイヤ交換というのも目立ちますよね。そうですね、ですからそれくらいタイヤの消耗が予定よりも激しい状況で進んでいるというグランプリになっちゃいましたね。さあピローニがエディ・チーバーを周回遅れにしていきました。この 126C2 というのも今のフェラーリの僕は原点だと思うんですけれども、と言いますのはハーベイ・ポストレス・ウェイトという唯一人デザイナーを引き抜いてきたんですね、ようやくその純血イタリアチームがですね、いわゆるフェラーリインターナショナルじゃないですけれども、外国人の血というもので、ロス・ブラウンを入れたりじゃないですけれども、そういう意味でフェラーリが大きく
名前も形も同じに見えますけれども、1年前よりかは大きく実は中身が変わった年でもありますよね。なるほど、ですから車の動き作り方が本当に英国風になって、モノコップもそうなんですけれども、そういった大きなきっかけになったのはこの126C1らしいですね。この年にフェラーリはコンストラクターズタイトルを取ります。さあディディエ・ピローニが32周目、現在3番手入っていきました。ピローニ当時30歳、フランス人ですが、山根さん、この次のグランプリでピローニは大変なクラッシュになってしまうんですよね。これがね、当時思い出すと非常に僕もショックを受けましたけれども、今ご紹介しましたこのフェラーリ 126C2 のパッケージ、エンジンも明らかにルノーターボよりかは勝っている、でピローニもドライバーとして非常にステディですから、僕はこの乱戦で始まった82年に、このドライバー、このマシンパッケージが、ポイントリーダーとして、収束していって、で、ピローニ初めての王座かなという、見方でいたんですけれども、ドイツ・ホッケンハイムで雨の中事故が起きてしまいます。結果この年はコンストラクターズタイトルを取るフェラーリではありますけれども、ドライバーがつまり開幕時のジル・ビルヌーブとディディエ・ピローニというドライバーが2人とも、形が違いますけれども、いなくなった暁にコンストラクターズタイトルだけが残ったというか取れたというか、そういった非常になんとも、形容しがたいターボで初めてのコンストラクターズ成功ということになるわけです。そうですよね。一方のルノーはターボに洗練をつけながらも、結局チャンピオンシップはついにコンストラクターズですけれどもフェラーリに取られてしまうんですよね。さあトップのアルヌイは33周目に入っています。その後ろですけれどもニキラウダがいて、その後ろにアラン・プロスト、これだけの差になりました。ニキラウダ、マクラーレンは DFV ですが、この翌年、先ほど私最新戦と申し上げましたが、この翌年のシーズン終盤からポルシェのターボエンジンにマクラーレンは切り替えることになります。ただラウダはかなりターボとそして N8 の違いというのを感じていたようですね。やっぱりこの、ドライバーとして感じる体感するパワー差というものはね、100倍に近いものがあると彼は言ってましたし、その中で対抗しなければいけないその苦しさというものは口にしてましたよね。ただでも彼はやっぱりそういう部分ペラペラ喋りますけれども、本当に2年半ぶりに戻ってきてですね、即優勝争いですからね。やはり、年齢的にまだ若かったんで、ですけれども、やっぱり2期の力っていうのがすごいなっていうのはね、これもこの年の、一つの明るい材料っていうか明るい話題でしたね。ラウダ当時33歳という82年です。ルーベンス・バリチョロぐらいという感じですね。私と同い年です、今の。ターボ、そして、この自然吸気、先ほどがテーマになってますけども、本当に話ちょっとそっちの方に、行きますけれども、あまりに差があるんで、なんとかしなければいけないんじゃないかという意味でのレギュレーション問題ですね。いつの時代も言われているという意味では歴史は繰り返すんですけれども、実は伊藤さん、この時にですね、この年にじゃあということで、例えばタイヤはもう溝付きのグルーブドタイヤをというね、タイヤの問題もいろいろビルヌーブの事故に絡んでいましたから、旧タイヤとかタイヤのグリップダウンという意味で溝付きのというグルーブドタイヤというものがですね、初めてなんて言うんでしょう、騒がれたといいますか、話題に上って、実際ネルソンピケテストしてるんですよね。ただ結果的にはグルーブドタイヤがフォーミュラ1に登場するのは1998年の15年後ということになりますけれども、そういったいろんな、ルールも検討されて、でピットストップの給油作戦もですね、84年からもうやめようとか、まだブラボーの今回見られませんでしたけれども、そういったことまでいろいろとそのスピードアップに対する歯止めっていうんですかね、そういう考え方は検討されていた時代ですね。何か本当に繰り返しているなという感じもね、しますけれどもね。当時そのターボ車については排気量が1500、で NA 車自然吸気車については3000という、そういったルールがなっていたわけですが、その件も例えばじゃあ、ターボを 2000cc までにする代わりに NA は無制限にしようとかですね、もう本当に一時の最近の話と一緒なんですけれども、いろんな話がぐっちゃぐちゃぐちゃぐちゃ出てきたっていうね、そういう時代でもありましたよね。なるほどね。さあルネ・アルヌーがこれで
135周目ということになります。アルヌはね、本当にさっきも紹介ありましたけど、エミリスグランプリ0周リタイア、いきなりのクラッシュで、それでチームは本当に大変で、この後連戦でしたから、そうですね、このアルヌはマシンも修復して T カーも準備してというね、そういうかなり大騒ぎでの連戦だったわけですね。当時で言えば7月に3ゲーム、そして8月に3ゲームですからね。さあアルファロメオのジャコメリが今ピットに入ってタイヤ交換です。これはフロントジャッキマンが指示してますかね、これね。そうですね、当時の、動き見ると今と全然違いますけど、人数も少ないですし、組織だった、系統だった動きではなくてですね、時間もどうでしょう、15秒近くかかってるんじゃないでしょうか。アルファロメオジャコメリがタイヤ交換をしましてコースへと戻っていきます。こちらがディディエ・ピローニ単独の3位という状態です。アルヌー、そしてプロスト、ピローニ、タンベイというトップ4、終盤は大きな順位の変動はありません。プロストが少しずつですけれども、やはりアルヌのペースにはもう付き合わずにですね、ポジション、キープする自分はそっちの考え方になっていってる感じがしますね。ただそのミーティングではとにかくポイントでリードしているプロストを前に出すんだぞという指示があった、もちろんフロントロー独占のルノーですから、そういった打ち合わせあったと思いますが、それが、アルヌの中で変わりつつあるということをプロストは感じてますかね。ですから当然アルヌの気質はよく分かってますから、ここまで来てこういう展開でとにかくアルヌが全然スピードを落とそうとしませんよね。これはもうだから壊れてもいいんではないか、あの人はもう今日は勝つしかないというふうに考えていってるっていうのはね、アランは読むでしょうね。なるほどね。で終わったことは終わったことで、最後でもそれこそチームまたミーティングすればということで、自分はとにかく壊れてノーポイントが一番怖いわけですから、このギャップですからね。このギャップですからね。18秒435ギャップが広がっています。広がってますよね。そしてここにピローニ、ここも大きく差が広がっています。もうピローニも完全にキープという感じになってますね。ポイントリーダーですから、で今日の本当アルヌ・ルノーのペースにはとても太刀打ちできないという判断でしょうね、彼もね。その後ろタンベイの姿もほとんど見て取ることができません。とにかく大混戦だった82年、これはちょうどシーズン中盤の11戦目ということになるわけですが、やはりポイントを確実に取りに行くというのが大きなテーマになっているなという印象ありますね。残りこれ終わって5つしかないというね、当時のレースカレンダーで言いますと、もう残りは5戦ですからね、どうしてもそういった気持ちになるでしょうね。やはりフェラーリのターボとルノーのターボで言いますと、この時点でややパワー的にはですね、フェラーリの方がパワーアップ、バージョンアップにエンジン成功しましてですね、もう予選では700馬力近くまでいってたというふうに最終的にはですね、聞いてますね。でルノーの方はやはりややそれよりも低くてですね、650前後、ただそこまで出そうとするとどうしてもいろんな問題があちこちに出ちゃうという、特にルノーの場合はタービンですね、KKK のタービン使ってたんですけれども、年間に信じられませんけれども、200から300くらいのオーダーがあったというんですよね。これはもうフェラーリよりもはっきり言って一桁違う数なんで、それだけつまりタービンに対するトラブルが多くてですね、で予選では新品のターボを使って、ドーンとタイムアタックをするというね、そういう予選用とレース用も使い分けるとか、ものすごいやっぱりターボの非常に性能がどんどんパワーアップしているという時代の中でのいろんなそう苦しさっていうんですかね、技術にはあったようですね。ただそのターボという考え方、エンジンをですね、F1 に持ち込んだのはルノーであって、当然こういった時代が流れていく中で、ルノーが一日の長といいますかね、リードしていてもおかしくないという中で、大混戦なんですよね。やっぱりね、もう一つこれ言わなければいけないのは、ルノーですよね、車体もオールルノーなんですね。ですから車体面もルノーが全部やってたんですけれども、例えば
ギアボックス1つ取ってもですね、フェラーリはそのコンパクトな横置きギアボックスをうまく縦置きと横置きを併用する形で、実戦に投入してたわけですけれども、ルノーの横置きのギアボックス、新開発、これがやっぱり非常に遅れちゃって4月からスタートしてたと聞いてますけれども、結局ものになってくるのがようやくこの直前なんですね。このグランプリの直前でテストして、とてもいきなりぶっつけ本番投入ができないということで、結果的にそのギアボックスが投入されない。どういうことかって言いますと、強度的に十分パワーアップに耐えられるそのギアボックスを使えばですね、すぐにフェラーリみたいにパワーいくらでも650、700出るんですけれども、でそこから開発スピードの遅れという言い方になるわけですよね。ですからだんだんにそのいいところあるんですけれども、フェラーリが1年間を通せば最終的に外貨が上がったというね、一つの一部品にこだわっての今言い方ですけれどもね。なるほどね、やっぱりそれだけいろんな問題が起きるターボをね、ようやくこれだけものにしてきた一方で、シャシーの方もというね、これが難しかったんですね、今からすればね。そうでしょうね。で彼らは、ロータスにエンジン供給ということをこの後決めていくわけですよね。そうですね、ルノーは結局この後チームとしてはワークスチームとしては85年に撤退、そして2002年に帰ってくるということになるわけです。いろんなそこにルノーチームとしてもね、またターボの、今歴史をお話ししましたけれどもね、ルノーが苦しかった、先駆者だけに苦しかったというね、お話ですね。さあこちらはロズベルグとそしてミケーレ・アルボレート、5位争いということになります。ずっとレースが続いて、ルノーターボ、フェラーリターボがトップ4です。これが5番手争い、いわゆるノンターボ勢の首位争いとも言えます。ちょうどロスベルグが33歳で、ミケーレ・アルボレートが25歳、F1 2年目、テンテレルおじさんに抜擢された新鋭中の新鋭ですね。で一方はフランク・ウィリアムズに今抜擢された、ノーポイントから一躍というね、ケケですからね、本当にこの2人からすればなんていうのかな、実績はない本当にいい2人なんですけれども、非常に見ててもね、やり合ってる感じがありありとしますよね。そうですね。ロスベルグのラインなんかは本当にもう縦横無尽で使って走ってますし、もう出口のスライドコントロールもうまいですしね。コンマ5秒差というギャップが出ました。5番手争いです。前を行きますのがウィリアムズのケケ・ロズベルグ、その後ろからミケーレ・アルボレートです。ストレートは若干伸びますよね、ウィリアムズコストUFP スペシャルですから、でここボーセからミケーレ・アルボレットのこのキレルの011モリス・フィリップ設計ですけれども、非常にコンパクトでオーソドックスなマシン、ちょっとこのレースからリアの香るスリークなブラバム風に変えてるんですけれども、ここからどんどん詰めていきますよね。でまたケケも分かってますから、この辺りミケーレが速いっていうことをね、この辺りはだから十分にこう抑えきって、そして、ストレートでちょっと逃げるっていうんですかね、そういった展開、みんなチェックしてますね。この時点ではまさかこの5番手争いをしているウィリアムズのケケがという感じでしょうかね。正直言ってそうですねコンテンダーの中の一人だというそういう見え方だったんですね。なるほどね。さあこちらはラフィーがピットに入っていますね。マトラの文字が見えました。6人のフランス人の中の1人、今日はうまくいってないジャック・ラフィットです。さあ5番手のケケ・ロズベルグ、ややここで差を広げたでしょうか。その後ろ6番手ティレルのミケーレ・アルボレートが続いてきています。ライン全然違いますよね。あそこでもう本当にスライドしてますからアウトいっぱいになるんですけれども、ミケーレの方は比較的コンパクトなレコードラインできますよね。この辺りの走りの違いも出てます。そしてこのミストラルでこうスリップを取られまいとね、少しこう変えていったりする動きというともね、面白いですよね。ここまでいくともう完全にスリップ圏外ですから、直進した方がいいですから、この辺りが非常に実践的なケケのドライビングですね。この間は僕このシリーズで言ったんですけども、本当に息子のウィリアムズ・コスロスパート2ね、ニコ・ロスベルグ、本当にこのお父さんの走りが2006年できるかどうかっていうのはね、本当に楽しみですね。そうですよね。息子もフランク・ウィリアムズに抜擢されてということになりましたが、こちらはお父さんの方です。ケケ・ロズベルグ、82年のフランスグランプリ、この辺りがねミケーレがうまいんですよね。車のトラクションのかかり具合もキレの方が若干いいですね。つまりウィリアムズ・コスロスケケの方はちょっとやはりグディアなんですが、ちょっとタイヤ的にきつくなってるかなという
印象はありますね。なるほどね、今も少しテールスライドという、そうですね、そんなシーンでした。一方のミケーレ・アルボレート、イタリア人、当時25歳ということになりますが、84年に、フェラーリに移ってからの方が印象に残る部分大きいと思いますけどね。そうかもしれませんけれども、結果的にでもこの時代っていうのは非常になんて言うんでしょうね、ファンの方にはミケーレ・アルボレートを非常にこうアピールしてたというか、ファンがついたっていうんですかね、ファンが広がった時代だったと思いますね。でミケーレ・アルボレートは本当耐久でランチャーの方でもパトレーズと組んでですね、日本にも来ましたし、そっちの方でも非常に人気ありましたよね。ですからどんどん要するにフォーミュラ1だけじゃなくて、当時はそういう WEC と言いましたけれども、エンデュランスの方でもどんどん走って腕を上げていくというそういう時代でもありましたね。2位プロスト、8位ラウダ。そうなんですね。アラン・プロスト2位、その後ろからマクラーレン、ニキ・ラウダですけども、ほぼ同一ペースに見えますね。コーナリングスピードはマクラーレン・ラウダがいいですから、ルノーターボ、その後ろがノンターボのマクラーレン DFV。さっきもお話ししましたけれども、ちょっと前後のピッチングとかですね、プロストのこのルノーのシャシーのセットアップは、難しかったようですね。そんな気もしますね。ルネ・アルヌーは完全に単独走行という形になりました。今のシーンでちょっとボトミングするんですけれども、これアルヌーでも感じられますが、あそこの跳ね具合っていうのをね、日曜日の朝、この日の朝のウォームアップから気にしてたというプロスト、200リッター満タンでのその朝の確認走行なんですけどね、今は全然ありませんけれども、最近のF1では。車的にはアルヌーの方がやはり走り出しから決まっていたという感じなんでしこょうかね。見た感じ、このグランプリに関してはそうですね。さあこのルネ・アルヌーが、このフランスグランプリ母国で今シーズン5回目、このシーズン5回目のポールポジションを取って、さあようやくここで結果につなげるかというそのレースの終盤を迎えています。先ほど伺いましたけれども、ルノーチームフロントロー独占から打ち合わせがあって、もし、アルヌーが前だった場合にはプロストを前に出しなさいと決まっていたというお話を伺いましたけれども、チームのジャン・サージュが代表でもって、ジェラル・ラルーシですね、ご存知だと思いますけれども、チームディレクターで人にいたわけですけれども、その辺が直接ダイレクトに今のように無線で言うっていう状況にもありませんしね、チームのミーティングで決めて、であとはだから状況を見てて、きっとサインボードでもってですね、その旨、なんて言うんでしょう、確認させると言いますかね、そういう通達をするわけですけれども、とにかくもうアルヌーの方は、このグランプリに関してはもう勝つ気でいっちゃってますからね。そのサインボードをアルヌーはですから無視するということになるんですね。ピット前ストレート通過の時も、なんて言うんでしょうかね、あまりピット寄りを通らないっていうんですかね。アウトサイドを加速していってるように、そう思ってみると見えますよね。なるほどね。この後アルヌーはね、フェラーリにこの83年に移籍して、89年引退ということですが、どんなドライバーだったんですかね。やっぱり不器用な人間だったんじゃないでしょうかね。不器用な、世渡りが。なるほど。レースは器用ですよ。だけど、レース人生という意味で考えると、不器用な一面を持った人でしたよね。ただ本当に予選の一発のね、速さ、9タイヤのあった時代のね、やっぱりアラン・プロストよりも抜きんでるものが、当時の若いプロストよりも抜きんでるものが確かにありましたよね。ただやっぱり晩年もそうでしたけれども、バックミラーを見ないでね、当選棒じじいとか福田さんに言われてましたけれども、割と自己中心的なっていうんですかね、そういう一面もありました。なるほどね。ルネ・アルヌーは12シーズン149グランプリに出走、優勝7回、ポールは18回という記録が残っています。その記録が語ってますよね。そうですね。さあこちらが2番手のアラン・プロストをまもなく捉えようかというところですが、アラン・プロストは本当にここで、とにかく6ポイント、ゲット2位6ポイントですから、すればですね25点で一気にトップ3ランキングに上がりますんでね、もうそのことだけ考えてますよね。8位のニキ・ラウダとほぼ同一ペースのように見えました。DJ の荷台がいいとこありませんね。そうですね、
このマシンの問題点というものはなかなか解決されずに、はい、で DJ も、いよいよターボのエンジンをどうしようかという問題にもぶち当たってですね、マートラは辞めちゃうわけですけれども、ミッテラン大統領の娘さんとギリー・ジェンが結婚するんですね。急に身を乗り出さないでください、それでもって政治力でもって、フランスのルノーがなんでイギリスのロータスだけにエンジンを出すんだと、で DJ にも出さなきゃいけないじゃないかということを、フランスの、政治力ですけれども、そういった話題も、あったりとかですね、正直言って、それはともかく、DJ チームもこの時代、この年は苦しい方向になっていきましたね。なるほどね、オールフレンチマトラ V12 エンジンを搭載していましたが、この次の年に DFV ということになります、さあ残り9周となりまして、現在の順位ですが、アルヌー、フロスト、ピローニ、タンベイ、ロズベルグが5位を守っています。6位にミケーレ・アルボレート、デレク・デイリー、ニキ・ラウダ、ジャコメリ・ヘントン。コース上は16台となりました。10台が姿を消しています。82年第11戦フランスグランプリです。5位ロズベルグですけれどもね、彼もイギリスグランプリでは年圧低下で59周目ですか、もう終盤まで来てリタイアしていますからね、ノーポイントですから、ケロスベルグもミケーレと争いながらなんですが、とにかく NA のトップ、この目標ですよね、NA 勢がトップ、つまりそれは2ポイントでも3ポイントでもって意味ですけれども、やっぱり964321のポイントシステムですから、そこでの1点2点の大きさはね、ちょっと今の、10点から1点までの、8台制と入賞8台と違いますし、当時は16分の11という有効ポイント制が取られていましたよね。そういう意味での、ターボコースですけれども、この1点2点の意味合いの大きさ、この辺はケケロスベルグもよく分かってますよね。そうですね、ロズベルグはこの年1勝2位3回3位2回という成績でタイトルを取るわけですけれども、やはりロズベルグについてはその安定感というのが一つキーワードでしょうかね。シーズンを通して成績でいうと安定感なんですが、こうして走りを見ると安定感じゃないですよね、もう攻めて攻めて攻めまくってという、それがケケの持ち味ですけどね。そうですね、少しアルボレートとの差が広がったでしょうか。この両サイドに出ているのが吸気口ということになりますね。これね、そうですね、ちょっと変わった形してますね。デザインがちょっと変わって、少しでもああいう形で、フェシェをこう重点効率を高めてというね、高速コース対策ですね、ウィリアムズなりのね。ただ FW08 という車よく見れば、なんとなくパトリック・ヘッドさんらしい武骨なっていうんですかね、そういった直線カクカクというね、曲線滑らかというティレルですけれども、ウィリアムズはなんか昔からこのタッチですね、カクカクとしたデザインですけれども、ウィリアムズの方はこの翌年83年、先ほどお話がありました、ホンダのターボを得るということになります。一方のティレルは頑張っちゃうんですよね。なかなかターボに変えませんでした。だからこの辺が、チーム運営もね、横を見てお分かりのように、ティレルと書いてありますけれども、なかなかいわゆるスポンサー活動、この辺がね、ケンティレルの悩みといいますか、うまくいかないですから、ターボエンジンの獲得戦争という意味ではやっぱり出遅れちゃうんですね。で反面ケンティレルはやっぱり、ケンティレルだなと思うのは、いろんなターボ勢に対するプロテストを散々やりましたよね。それもこのシーズンの大きな話題になったんですけれども、実はこのフランスグランプリ終わった後も抗議出してるんですよね。ルノー、勝ったルノーに対してスカートの材質がうんぬんとかですね、もちろん却下されちゃうんですけれどもね、そういったなんて言うんでしょうね、抵抗はしてましたね。この年は26台中、8台がターボという時代が来ます。そして、83年、84年とどんどんターボ化が進んでいく中で、84年にはティレル以外はすべてターボという時代が来るんですよね。いよいよですから時代はそういう方向に本当にターボのように加速拍車がかかっていくんですけれどもね、70ですから7年にルノーが先鞭をつけて、79年がターボが初勝利ですね、1つ勝っただけで、それで、80年に3つ勝ったわけですね、で81年に5つ勝った、でこの迎えた82年には16戦中8勝がターボ、8勝が NA エンジンということになるんですね。まさに過渡期という感じがしますよね。そういった中で
そのいわゆるフラットボトムに向けてのレギュレーションの変更というのも、レギュレーションもいろいろと論議された中で、結局このシーズンの終わった10月にですねフラットボトム規定、つまりウィングカーというものが、このシリーズ81、82年のハイライトだと散々申し上げてきましたけれども、ウィングカー、いわゆるサイドポンツーに長い、逆翼状の構造を持ってダウンフォースを得るというそういった仕組みが一切禁止になって、F1 の底は真っ平らという、こちらも暇なルノーのピットですね。真っ平らフラットボトムというね、大きな空力の革命がねこの次の年から起こるわけですよね。しかしそれはそうだけど、ターボに関しては過激ですね、空力的には認めるだけど、ターボエンジンは、このままでいこうというね、そういう大きななんていうんでしょう F1 が選択をしたという年になりますね。なるほどね。アルヌートップ独占ということになりますが、そのしかし初めてターボを持ち込んだルノーが、ワークスとしてはターボが隆盛の時代を迎える85年いっぱいで撤退というのは少し皮肉な感じもしますよね。ですから本当にこの82年、それから次の83年ですね、これはそれこそ今年のシーズンオフにまたこの企画で取り上げられるはずですけれども、83年に、ブラバン BMW ターボとの一騎打ちですね、これがやはりいいところまで行きながら最終的にルノーが敗れたというね、ここがルノーのフォーミュラ1の大きな転換になりますよね。でチームはもう、チーム活動というよりもエンジンサプライヤーの方向を選んでいって、休止に向かっていくと、でまたさらにルノーはそれを繰り返すサイクルに入っていくわけですよね。こういったところからルノーの、時代活動が始まっているというふうにね、改めて見てきますと2005年の意味というのもね大きいんだなっていう気もしますよね。全くそうですね。でまた今後のルノーがね、話に戻しますと今に戻しますと、ルノーがどういうふうにフェルナンド・アロンソで初めての2冠チャンピオンを取った2005年、この後ルノーがじゃあ F1 活動どうするんだということもいろいろ言われ始めてますよね。つまりそれもルノーフォーミュラ1活動の長い歴史から来ることでもって我々が、どうなのかっていうことをね、気にしていると言いますか注目しているわけですけれどもね。さあルネ・アルヌーは49周目へと入りました。ルネ・アルヌーが単独のトップもう独走という体制になりました。まだプロストの姿は見えません。チームに対する彼の反逆のっていうんですかね、彼の本能のって言いましょうか、グランプリとにかく今日は勝つんだというね、自分の国のグランプリで今日は自分が勝つんだという、そういう行動に走っていくわけですね。この後ろまだ見えてきませんがアラン・プロスト、こちらは周回遅れです。さあここに見えてきた、大きく差が開いています。アラン・プロストが2位、その後ろニキ・ラウダ、本当にタイヤ交換もあってか、ラウダとは同一ペースという感じになっています。ニキ・ラウダは8番手です。本当に NA 勢のベストアップはずっとニキ・ラウダですからね、アルボレットでもロスベグでもなく、それくらいニキ・ラウダはフレッシュタイヤでペースが上がってるんですけどもね。そしてディディエ・ピローに単独の3番手、この辺りはきっちりポイントゲットですから、ワトソンがリタイアしてるでしょ、画面ちょっとありませんでした、ですからポイントリーダーの今この時点でポイントリーダーのピローニは本当に絶対にここでポイントをね加算すればいいというね、そういう気持ちに当然なるわけですね。そういうことですね。その後ろタンベイ画面捉えませんけれども、ずっと単独の4番手での走行が続いています。タンベイは画面来ないんであれですけれども、ずっとミスファイアでもって、エンジンがねおかしい状態でもっていつ止まるかというような状況もあったんですけれども、完走を持ってきますね。さあそしてそのタンベイの後ろこちらです。5番手争いロズベルグとそしてミケーレ・アルボレート、若干離れますけれども、またもう一遍ということでね、ミケーレ・アルボレートも諦めませんから、これはずっとやってますね、この2台はね。前を行きますウィリアムズ、ケケ・ロズベルグ、その後ろからフィデルのミケーレ・アルボレートです。そしてここにアルヌーということになりましたね。そうですね、ギリギリの周回遅れタイミングまで、彼ら5位グループは来ているわけですけど、追いつかれているわけですが、アルヌーは50周目に入っています。そして周回遅れを挟んでここにプロスト、さらにラウダ、
さあこれでもう残りは5周切りましたけれども、いうことになりますね。この時点で映像は残念ながらないんですが、あれば一番なんですけれどもね、再三とサインボード、ルノーチームからは残り何周、フランス語で残り何周 T って書きますけれども、T5、例えばあと5周、で1位、アランですね、2位ルネ、そういうサインが出てるんですね。つまり、譲れという意味ですよね。1位アランで2位がルネだよというで残り5周だよということは何度も出てるんですね。でさすがにもう5周4周でもって、もうこの展開ですから、でジャン・サージュ、そしてディレクターのジェラール・ラルースは、そのピットサインもさすがに下げちゃうわけですけれどもね、それくらいもう、アルヌがもうきっぱり今日は行くという決めた、瞬間で、それこそピットサインも見ずにというね表現になっちゃうわけですけどね、この向こう側のピットサインです。アルヌにとっても母国グランプリ、アルヌにとっては初めての母国勝利ということになるわけですが、2年半勝ってませんから。そうですね、80年のキャラミで行われました南アフリカグランプリ以来勝ちがありませんルネ・アルヌ。そしてここまで10戦を戦いまして8回のリタイアというね、シーズンを送ってきたルネ・アルヌが、ついに結果をつかむかというレースの終盤を迎えています。モナコ僕担当しましたけれども、プールでもって、自分のドライビングミスありましたよね。あといくつかのメカニカルトラブルがレース中に多いんですね。ただフリー走行とか予選では、結構プロストにも起きるんですけれども、レース中のという意味で言うとアルヌの方にトラブルが多かったというのは、本当に彼の言う、全く不運だと、思いますね。その鬱憤も含めての、サインボードミスと、無視ということなのかもしれませんが、さあこちらが3位のピローニです。こちらが単独走行、後ろからちらちらとね火が出ますけれどもね。そうですね、終盤に来てちょっとエンジンの、ミクスチャーの方の変化が起きてるんでアフターファイヤーっぽくなってますよね。ですからこの辺りも、ドライバーとすれば当然ピローニですから分かってますよね。そうですね、とにかく本当にポイントリーダーですから、ワトソン倒れてますからね、ここはもう本当にゴールまで持っていかなきゃいけないという、それぞれのいろんな思惑っていうんでしょうかね、アルヌの思惑、クロストの考え方、ピローニの、記録っていうんでしょうかね。そしてタンベイの粘り、タンベイ来ましたね、パトリック・タンベイ、当時33歳ですけれども、この次のドイツグランプリでタンベイはキャリア初優勝を果たすことになります。そしてその後ろにはロズベルグとアルボレートの争いが、タンベイから20秒後方の位置です。ですからね、経験のことで言いますと、このフランスグランプリで、5位になるわけですけれども、振り切りますけれどもね、ミケーロでドイツで3位でしょ、でオーストリー僕担当しますけれども、ここで大接戦の末のデアンジェリスとの2位がありましたよね。でスイスで初優勝、この夏のチャージがすごいんですよ、7月8月、ここでもって彼はこの先のねシナリオじゃないですけれども、この夏でしたよね。でそのトントントンという連続入賞というものがこのフランスグランプリ、この絶対ターボ有利のコースで、このミケーレ、若い、もう本当に当時売り出し中の若いアロンソだってアルボレート相手にですね、ここで NA のトップ取ったっていうのがね、やっぱりね、ワールドチャンピオン値するんですね。なるほどね。それぐらいやっぱりこの、こうしてフルサイズでねポーリカー見ると、よく知ってますけどね、もう熱い熱い、もう大変なハードなレースですからね。この年のフランスグランプリは当時としては記録の、観客動員数だったと、先ほどからねずっと客席で分かると思うんですけれどもね、6万7万当日券も売れて、南仏塩田という海岸町が近いんで、僕らもいつもフジテレビそこに泊まってたんですけど、丘を登ってここのワッとサーキットあるんですけどもね、行く道いつもすごかったですからね、超満員で、ましてやフランス人ドライバーがトップ4独占という中、だからよくフランスそうですけど、ルマンなんかもそうですけど、看板の上までいるし、今ガードレール沿いも結構ね、あんまりグランドスタンドは少ないんですけどもね、ご覧のように。ただもう至る所本当重責っていうんですかね、こういった状態ですけどね。そうですね。ただこの観客のうちの何人がね、このケケロゼベルグがこの年のチャンピオンになるとねこの時点で思ったでしょうか。それは時空を超えてますから。そうですね。さあそしてその後ろミケーレ・アルボレート、
このアルボレートもこの年の最終戦で初優勝を果たすということになりますね。そういうことですよね。先の話になっちゃいますけどね、本当にこのドライバーが優勝できるドライバーだという証明ですよね。それ最終戦でやってのけた、これはキレルチームからすれば78年のモナコのパトリック・ドゥパイエ以来ということになりますから、やっぱりケンティレルのそのドライバーを見抜くっていうんですかね、それも有名な、話になってますよね。このアルボレートが11人目のこの82年のウィナー、この年は11人のウィナーが誕生したまさに混戦のシーズンだったわけですけれどもね、11人目のアルボレットで締めくくられたという言い方もできますよね。その背景にはやっぱりこのターボとそして自然吸気の混在、そしてその同じ自然吸気のエンジンでもそれぞれ差があって、チューナーの違いがあったり、マシンがかなり多種多様ですもんね。そのあたりが背景でしょうかね。でいいところ悪いところっていうものがやっぱりありましたし、でドライバーのやっぱりなんて言うんでしょうね、いい部分と弱い部分っていうのもこれもレースによってかなり今の時代よりもっていうんですかね、見えてきてましたし、でそこにグドゥイヤーとミシュラン、エイボンとピレイという、エイボンピレイちょっと落ちますけれども、グドゥイヤーとミシュランのタイヤ戦争、実はタイヤ戦争というものもこの後ラジアル化に、グドゥイヤーのラジアル化に一気に走っていくわけですね。で、F1 はラジアルにもうポンと切り替わるわけですけれども、これもフラットボトム83年規定と大いに絡んでいまして、タイヤ革命が一気に起こるんですね。ですから本当に82年というものはフォーミュラ1が本当に転換点としての、位置づけになると思いますね。さあ先ほどから5番手ロズベルグ、ちょっとタイヤですかね、厳しい感じがありますよね。今このラインもそうですけれども、あとやはり細かいコーナーの入り口もそうですし、立ち上がりターンインした後の滑り具合というのもちょっと滑り量が大きくなっていってますよね。ですからそれをステアリング修正かけてますけれどもね、ケケロスベルグドライビングという部分では、ロズベルグ、今宮さんどう評価されてます？これは前にも申し上げましたけれども、彼はですからちょっとタイヤが落ちてきたとか変調とかですね、あとちょっと雨が降ってきたとか路面が濡れてるぞとか、逆に乾いていくぞとか、そういう時にですね、そこをうまくコントロールして切り抜けていく、そういう技が非常にうまいのと、あと今日はそういう局面ありませんけれども、周回遅れをかわしていく時の思い切りの良さとかですね、非常にいわゆる実践的なというんですかね、そこが彼の特徴ですね。ですから予選でそんなポールポジションというのはあんまり素晴らしいポールポジションって印象ない、スーパーラップ印象ないんですよ。むしろレースでの混戦の中のっていうのがね、彼の印象ですね。だから今日のレースなんてそのうちの一つですね。抜きつ抜かれつではありませんが、こうして一番なんていうんだろう、若い元気のいいミケールをこうしてずっと牽制して抑え切ってますからね。そうですね、5番手を守り切ってロズベルグ、アルボレート、残り2周ということになります。ミケールもどこかでチャンスを作りたいという気配は感じられるんですけれどもね、やっぱり C にまで無理なんで、C 入居以降のボーセから最終コーナーまでですよね。ただそこでオーバーテイクがなかなか当時の、この車でも難しいんで、その辺を逆に言うとケケの方もきちっとブロックしてるんで。そうですね、さあ残り2周の2台の後ろ、アルヌーはファイナルラップに入っています。ルネ・アルヌー、当時33歳、5年目のシーズン、母国での勝利の瞬間が近づいてきました。画面の表示、ファイナルラップ、出ましたね。デウニアトゥールでもう17秒以上リードですから、ここでプロストですね。サインボードを無視する形でトップ独走で迎えましたルネ・アルヌー。2番手アラン・プロスト、8番手のニキ・ラウダとほぼ同一ペースが続いています。そしてその後ろ、この辺りはもう単独走行、この辺りは周回遅れですね、単独走行が続いていきました。ディディエ・ピローニが3番手、その後ろにタンベイと続いています。もう守りきった3番手という感じがいたします。ディディエ・ピローニです。さあルネ・アルヌー、母国での初勝利、あと3つ4つコーナーですね。勝利の瞬間が近づいてきました。ルノー V6 ターボルネ・アルヌー、フランス人ドライバー、母国フランスポール・リカール。アルヌーが2年ぶり、そして通算3回目となるトップチェッカーを今ここで受けました。
とのいかないでしょそうですね最後通らないんですよね、まっすぐ行きましたけどね。まさに我が道を行くトップチェッカーです、そしてアラン・プロストが2位でチェッカーを受けています。ルノーワンツーということになりまして、そして3番手、もうじき出てきますか、フェラーリのディディエ・ピローニです。ディディエ・ピローニが3位、続々とチェッカーを受けていますが、今ピローニがチェッカーを受けました。これだけ差がありました、ということで勝ったのはルネ・アルヌ、手を挙げています赤い手袋、母国での、しかし今宮さん、チームとの関係はちょっと心配になるアルヌの勝利なんですね。大変なことになると言いましょうか、揉めていくんですけどね、チームの内部ではね、さあラフィー、そしてリース、チーバー、さらに遅れてこちらはジャコメリー、この辺りもチェッカーを受けています。その後ろから来ましたパトリック・タンベイです。タンベイが4位チェッカーです。そうですね、これでターボ勢の1、2、3、4ということで、ということになりますね。フランス人の1、2、3、4という結果になったわけですね。そしてロズベルグは5位を守りきりました。ミケーレ・アルボレート6位です、母国フランスでルノーターボオールフレンチ完勝というフランスグランプリです。ぴったりとね、プロストが後ろにつけて、こうしてワンツー編隊を組んでいますけれどもね、チームとしての、アピールですよね。ルノーがワンツーで母国グランプリに勝ったということを、アピールするためにこうして2台パレードをしてきました。そうですね。さあそしてホームストレートへと今帰ってきたところです。画面の表示、こちらは、チャンピオンシップランキングですけどもポイントということになりますね。39点ピローニですよね、でワールドチャンピオンになりますケケ・ロスベルグが5位の23ポイント、この時点で16点差、残りは5戦というね、ですから誰が予想したでしょうかという展開だったわけですけども、さあ改めてこの82年第11戦フランスグランプリの結果です。ルノーターボ初のワンツーフィニッシュとなりました。ルネ・アルヌ、アラン・プロスト、ディディエ・ピローニ、タンベイ、フェラーリの2台が続いて、ケケ・ロズベルグは5位、ミケーレ・アルボレート、ここまでが入賞ということになります。